こんにちは、シャチパンです。今回はチューナーレステレビです。2019年にドンキホーテから発売され、瞬く間に完売。チューナーレステレビの火付け役となったわけですが、今ではいろんなメーカーが参入しています。一体何がそこまで人気なのでしょうか。今回は人気の秘密についても解説していきます。それではやっていきましょう。具体的な話をする前に、チューナーレステレビと一般的な液晶テレビとの違いについて簡単に触れておきます。一番の違いは、その名の通り、テレビ放送を受信するためのチューナーが非搭載なことです。チューナーが非搭載なので、テレビを見ることができないわけですが、実際にはネット動画配信サービスに幅広く対応しますので、ネット環境があれば、動画配信に意欲的な放送局の番組は見ることができます。チューナーがないことから、もはやテレビというよりモニターではないかという意見もあります。また、家の中にテレビ放送を受信する機器がないならば、現状 NHK の受信料支払い義務が発生しないのも特徴の一つです。それからチューナーがないことから、一般的な液晶テレビよりも価格が安いです。一方、インチ展開は50型までのメーカーが多いです。液晶テレビの方がバリエーションは豊富です。それから画質や音質も長年開発してきたテレビメーカーと比較すると自社開発できるところは少なく大幅に劣るでしょう。チューナーレステレビは放送局とつながりの強い大手テレビメーカーはなかなか参入しづらい分野であろうと思います。逆につながりの弱い海外メーカーの参入は今後増えていくかもしれませんね。チューナーレステレビで実際にどこまで地上波の番組が見られるのでしょうか。地上波の番組を見る場合に使うであろう動画配信サービスを簡単にご紹介します。主に使うネット動画配信サービスは TVer、Hulu、Paravi あたりでしょうか。TVer は完全無料の動画配信サービスです。キー局で言えば日テレ、TBS、テレ東、テレ朝、富士の番組をはじめ、地方のローカル番組も含めて楽しむことができます。放映から1週間程度の期間配信されており、いつでも番組を見ることができます。デメリットはスキップできない広告が流れること、1週間の視聴期間制限があること、ドラマやアニメ、バラエティなど多彩な番組に対応しますが、すべての番組に対応しているわけではなく、一部なことです。気になる方は TVer のホームページに配信予定の番組表があるので確認してみましょう。また、対応デバイスはスマホ、PC、タブレット、テレビが該当しますが、リアルタイムの配信についてはテレビだけ対応していません。ここらは大人の事情がありそうです。Hulu は10万以上のタイトルを有した動画配信サービスで、キー局で言うと日テレのドラマやバラエティがメインコンテンツ。それ以外には海外ドラマも多く見放題です。1週間の時間制限がないので、ドラマを一気に見たいって方におすすめできます。ただし、登録後2週間のトライアルを経て、月額税込み1026円かかり、複数端末を使っての同時視聴ができない点には注意が必要です。なお、見たいコンテンツをあらかじめダウンロードしておけば、複数端末で視聴することはできます。Paraviは TBS、テレ東、WOWOW の合同動画配信サービスです。国内のドラマやバラエティに強く見放題です。ただし、コンテンツ数は他社と比べると見劣りはします。無料期間はなくなってしまい、料金は月額税込み1017円です。こちらも Hulu 同様、複数端末を使っての同時視聴はできず、複数で見たい場合は、あらかじめダウンロードしておく必要があります。動画配信サービスは
すべてがリアルタイム配信ではありませんが、番組によってはリアルタイム、それから先行配信されることもありますので、テレビとの差別化もなされてきています。ただし、地上波のすべての番組が見れるわけではない点には注意が必要です。現時点で必ず見ている番組があるのであれば、事前に配信されているか確認された方が良いでしょう。これら以外にも地デジにこだわらなければ、洋画やオリジナル作品の強いネットフリックスや動画コンテンツ数で言えば最多の Unext など非常に数多くの動画配信サービスがあります。それでは前置きが長くなってしまいましたが、上位機種を基準に5メーカー、オリオン、ドン・キホーテ、エディオン、ゲオ、ユニテクの比較をしていきます。まずはサイズ展開です。各社の50型までのラインナップを紹介します。サイズはディスプレイの解像度によって変わります。解像度は 4K、フル HD、ハイビジョンである HD とあり、4K が一番解像度が高く、HD が低いです。解像度とはディスプレイ内の小さな点の数を表しており、この点が多いほどより細やかな綺麗な映像が楽しめます。ただ 4K 配信をしているところは限られるのと、4K だと大きなサイズしかないのがネックとなるでしょうか。技術的には20インチ台のサイズでも 4K 解像度を出すことは可能ですが、小さいディスプレイの中に点の数が増えるので、コストも上がりやすく、チューナーレステレビの特徴である価格の安さが失われます。そのため、40型以下の 4K ディスプレイはありません。なお、一番下の HD は正確に言うと HD ではないのですが、ここは分かりやすさ重視で HD という表記で進めていきます。比較してみると、各社 4K は43型以上で同等。フル HD はドン・キホーテの24型小型モデルが高解像で優秀。HD ではユニテクが32型と中型でありながら低解像でした。4K モデルが欲しければ43型以上となり、ここらは大手テレビメーカーと同じ傾向です。なお、この中ではオリオンのみ75型までの大型サイズに対応しています。続いて価格です。サイズ展開と合わせた形で各モデルの価格を記しています。こうしてみると、ゲオが圧倒的に安く、50型がなんと3万円台です。続いて、オリオン、ドン・キホーテと続き、エディオン、ユニテクは高い水準です。ちなみに50型で言うと、テレビメーカーでよくコスパが良いと話に上がるハイセンスが6万円弱です。ここらがライバルとなるでしょうか。次に信号処理です。記載のあるメーカーのみ紹介します。オリオン、エディオンは速い動きの映像での残像抑制処理があります。前後のフレームから動き量を検出。動きの大きかった映像を保管します。ただし、大手テレビメーカーのようにパネルを倍速駆動させているわけではないので、効果は限定的でしょう。それからエディオンはテレビ世界シェアでも上位に食い込む中国メーカー TCL と組んでいることから、TCL の映像処理エンジンを備えています。そのため、各種映像処理を含め、LED バックライトの部分駆動もあり、他社より優れています。ただし、TCL の映像処理は大手テレビメーカーと比較して評判は決して高くないので、過度な期待は禁物です。続いて、コントラストと輝度です。コントラスト値が大きい方が明暗の差が表現され、くっきりとした映像となります。逆にこの値が小さいと少しぼやけたような印象となります。オリオンは非公開でしたが、それ以外はご覧のようなスペックとなり、すべて VA パネルかと思われます。VA パネルはコントラストが高い反面、
視野角が狭い傾向があります。気になる方は人の肌の色などがどのくらいの角度で白っぽく見えるか実機で確認しておいた方が良いでしょう。なお、インチサイズによって採用パネルが変わるところもありますので注意してください。例えばゲオの43型は視野角に優れる IPS パネルが採用されており、代わりにコントラストが低めです。輝度はオリオン、エディオンが非公開、ドン・キホーテ、ゲオ、ユニテクがスペック化しています。輝度のスペックは高いに越したことがなく、このスペックが高いと暗闇の中に上がる花火や金属のキラッと光るきらめきなど映像に迫力とリアリティが出ます。さて、この中ではゲオとユニテクが250ニトとドン・キホーテよりも優れますが、この輝度スペックはディスプレイで言うとかなり低い水準で HDR 信号対応と謳っていますが、その恩恵はほとんど受けられていないでしょう。おそらくスペック非公開であるオリオン、ゲオも同程度のスペック。それから大手テレビメーカーのエントリーモデルなんかも開示はされていませんが、似たスペックであろうと思います。PC モニター用としては視聴距離も短く良いですが、テレビとしては少し物足りないでしょうか。これはパッケージ化された激安パネルを採用しているからであって、安さを求めるのであれば仕方のないことです。ただ、同じディスプレイでもゲーミングモニターの方は輝度をきちんとスペック化しているのに対し、テレビは一向にスペック化されそうにありません。HDR を謳うのであれば、そろそろスペック化してほしいなと個人的には思います。ちなみにテレビの上位モデルとなると1000ニト以上の明るさを表示することができ、4倍明るいです。続いてメモリとストレージです。メモリは処理速度、つまりはアプリのサクサク動き具合。ストレージは保存できるアプリの数に影響します。実際の処理速度はメモリと CPU で決まりますが、目安程度に捉えてください。メモリはゲオが 1.5GB と少し他社より劣ります。一方ストレージはドン・キホーテ、ユニテクが 8GB と他社より劣ります。ストレージはスペックが 8GB となっていても 8GB すべてが使えるわけではなく、ユーザー領域はもともとインストールされているアプリやシステムファイルなどに食われています。たくさんアプリを落としたいという方は注意してみてください。最後に外部端子です。各社の HDMI の端子数を記載しています。HDMI は3つが多い中、オリオンが4つあり優秀です。また、オーディオ用の EARC はオリオン、エディオンが対応しています。EARC はサウンドバーをお持ちでない方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、テレビを介して接続しても音が劣化しない規格です。詳しくはこちらの動画で解説していますので、気になる方は後で参考にしてみてください。なお、中には HDMI 2.1 対応を謳っているメーカーもありますが、4K120p 入力には非対応なので間違えないようにしましょう。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社の特徴をざっと比較してみました。印象としては、やはり価格の安さが最大の特徴です。画質は値段相応ですが、そこまで画質にこだわりがなく、最近動画配信しか見てないなーって方におすすめできるかなと思います。候補としては、とにかく価格が安いものをお探しであれば、ゲオ。HDMI の端子を多く使うということであれば、価格とのバランスも良いオリオン。チューナーレステレビでもある程度画質にも期待したいという方は、エディオンが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、お店で最終確認をしてみてください。それから、チューナーレステレビの使用感やご意見など、もしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。
ちなみにシャチパンは地デジ結構見てるんで、まだまだテレビ離れできそうにないです。ただ最近テレビつけるとグルメ番組ばっかりやってる気がするんですが、食べ物系の番組って増えたんですかね。皆さんはどんな番組を見てますか？それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。